1867年の大政奉還において徳川慶喜は約260年続いた長期政権を朝廷に返上しました。なぜ徳川幕府は長期的な内戦を避け、自ら作った政権を終わらせることができたのでしょうか。19世紀のアジアでは清国やオスマン帝国のように外圧によって体制が揺らぐと長期的な内戦や財政破綻、そして列強各国の政治的介入が連鎖します。このことから当時の日本が主権を失い植民地へ転落しなかった理由を単に運が良かったのみで説明することは難しいと言えます。そこで一つの仮説を立てます。それは徳川家を正当化するための論理が最終的に徳川家自身を崩壊させたというものです。この論理の出発点となった人物こそ現代では水戸黄門として有名な徳川光圀です。徳川家の身内が作った体制を守るためのロジックは条件が変われば体制を終わらせるプログラムへと変容する。当チャンネルではこの組織論がいかにして大政奉還という歴史的な損切りとも言えることを可能にしたのか、その仕組みを明らかにしていきます。今回の仮説を検証するための重要な手がかりの一つが1867年10月に徳川慶喜が朝廷に提出した大政奉還上表文です。私慶喜は謹んで我が国の歴史の移り変わりを考えてみます。昔朝廷の統治の力が弱まり、藤原氏が権力を握り、保元平治の乱を経て政権が武士の手に移りました。その後、私の祖先に至るまで天皇の信任を受け、204年にわたり子孫がこれを受け継いできました。私もその職務を担ってきましたが、政治や処罰において適切を欠くことが少なくありませんでした。今日のような情勢に至ったのも、結局は私の徳が足りなかったためであり、恥ずかしく恐れ入るばかりです。まして、今は外国との交際が日に日に盛んになっています。だからこそ、権威が一つにまとまっていなければ、国の規律を保つことは難しいでしょう。そこでこれまでの古い慣習を改め、政権を朝廷にお返しします。そして、広く天下の公義を尽くし、天皇のご決断を仰ぎ、心を一つにして協力し、公国を守っていけば、必ず海外の諸国と対等に並び立つことができるはずです。私が国家のために尽くし得る道は、これに尽きると考えます。なお、このことについて意見がある者は申し出るよう諸公にも伝えてあります。以上、謹んで奏上いたします。まず、慶喜は目先の政局ではなく、歴史を根拠に話を始めます。これは、自らの判断を個人の都合ではなく、正当性の物語に載せるための導入と言えます。次に、武家政権は絶対の主権ではなく、歴史の中で移り変わってきた統治形態だと整理します。そして徳川の統治権は実力ではなく朝廷からの信任に由来すると明文化します。その上で自らの政治の不備を認めます。これは道徳的な反省というより政権の返上を正当化するための布石とも言えます。続いて外国との交渉が急増する局面において権限が分散したままでは国の秩序が保てないと述べます。だからこそ権限を一元化する必要がある。その結論として政権を朝廷に返上する。これは撤退ではなく統治の根拠を元に戻すという論理とも言えます。さらに統治システムの組み直しを提示します。広く議論を行い、天皇の決断を仰ぎ、一つの国として列強と並び立つ。つまりこの上表文は徳川政権の敗北の宣言ではなく、日本の統治構造の再設計図として書かれているのです。もちろん政治的な打算もあったはずです。しかし注目すべきなのは、将軍は朝廷から委任された職務に過ぎないということです。この論理は幕府自身が長年積み上げてきた自己正当化の延長線上にあります。ではなぜ慶喜はこの枠組みを使って政権を手放すことができたのでしょうか。ここから慶喜の思想の源流である水戸学の系譜へと遡ります。江戸時代初期、後の政治思想や倒幕運動に大きな影響を与える日本の歴史編纂事業を開始した人物がいます。初代将軍徳川家康の孫であり、水戸藩の第二藩主であった徳川光圀です。光圀は藩の財政の大部分を投入し、
一つの巨大な事業に長期間取り組みます。それが歴史書大日本史の編纂です。全国の資料を集め、学者を招き入れ、朝廷との独自のつながりまで構築する。1672年に設けられた商工館は、当時としては異例の大規模な学術拠点となっていました。なぜ一介の藩主がこれほど大規模な事業を主導したのでしょうか。これは単なる学問への関心や個人的な趣味では説明することは難しく、その背景には徳川幕府という新興の軍事政権に長期的な正当性を与えるという明確な政治的目的と見ることが可能です。武力と経済力で全国を支配した幕府ですが、武力による支配は常により強い武力によって転覆される危険を抱えています。この不安定さを克服し、政権を維持するためには、なぜ徳川家が日本を支配しているのかという論理的な根拠が必要と言えました。そこで光圀は秩序や正当性を重んじる朱子学の枠組みを用います。日本の歴史を神武天皇から続く一つの物語として再構成することで、徳川政権の位置づけを明確化しました。日本は天皇の国であり、徳川将軍はその天皇から政治を委任された存在である。この論理は徳川家にとって極めて有効に働きます。将軍への反逆がそのまま天皇への反逆と解釈されるからです。しかし、将軍の権力を天皇に結びつける以上、ではその天皇の正当性は何によって決まるのかという問いから逃げることはできません。光圀は歴史書の編纂において、14世紀の南北朝時代の評価に踏み込みます。歴代の武家政権は実務的な理由から北朝を正当としており、徳川幕府もその立場を引き継いでいました。しかし、光圀は大日本史の中で三種の人権を持っていた南朝こそが正当であると断言します。実際の権力よりも正当な手続きと象徴こそが重要であるという原則を示しました。この論理のポイントは、将軍は天皇から委任された職務に過ぎないという事実を浮き彫りにしてしまったことです。幕府は天皇の意向に従い国を安定させている間だけ正当である。つまり、その条件を満たせなくなった瞬間、幕府による統治の根拠は揺らぎます。幕府の権威を補強するために作られた論理が、結果として将軍の権力を相対化する矛盾を含んでいたとも言えます。財政規模が小さく、藩主が常に江戸にいる水戸藩という特殊な環境であったため、彼らは武力や経済力ではなく、正当性の論理という思想の領域において徳川政権を支える機能としていきました。ここまで検証をすると、一つの事実が考えられます。それは、徳川政権の命運は武力だけではなく、この正当性の設計に依存していたということです。次に、この設計された論理が外圧という道の脅威に触れたとき、どのように作動していくのかを見ていきます。多くの教科書では、幕末の転換点を1853年ペリー来航としています。しかし、日本の外圧は以前から水面下ですでに始まっていました。18世紀後半以降、日本近海にはロシア船やイギリス船が断続的に出没するようになります。ラクスマンの根室来航や、それに続く樺太択捉への襲撃、これら一連の出来事は、幕府の北方貿易がすでに制度的に脆弱であったことを露呈させました。そして決定的な事件が起こります。1824年6月、水戸藩の領内である現在の茨城県北茨城市にイギリスの捕鯨船員12名が上陸します。これを大津浜地検と言います。茨城沖は現在でも黒潮と親潮がぶつかる世界有数の漁場として有名ですが、当時はクジラが集まる場所として知られていました。当時の欧米にとってクジラの脂は国家を支える重要な資源となっており、彼らにとっての日本近海は世界最大級の洋上油田としてジャパングラウンドの名で知られていました。決して彼らは日本への侵略に来たのではなく、船内の備品が尽きたため、一番近い陸地へ上陸したに過ぎません。しかし、この単なる補給目的の上陸が、鎖国状態にあった日本の支配層には襲来に移りました。この認識のズレが水戸藩を強く刺激します。
筆談と地図を使った交渉の末、上陸したのがロシア人ではなく、当時世界の海を支配し始めていたイギリス人であることが判明します。近海には数十隻の仲間の船が控えていると告げられ、現場は10日間も睨み合いましたが、結局要求通りに水と食料を与え、穏便に引き取ってもらう結果となりました。当時の幕府の規定には、このような緊急事態への明確な対処手順が存在しなかったからです。この時、水戸の学者たちはあることに気づきます。現在の幕府の仕組みは平時の国内統治用であり、有事への対処ができていない。加えて、外国人が直接民衆と接触し、宗教で懐柔されれば国は内側から崩されるという危機感です。徳川の思想的支柱を担っていた水戸藩領内への上陸が歴史的な一つの転換点となっていきます。この幕府の脆弱性を防ぐために書き上げられた論文があります。それは1825年水戸藩の相沢正史祭による審論です。相沢は大津浜事件に実際に立ち会った水戸藩士の一人でした。審論は哲学者や思想書ではなく、国家存亡の危機に対する人々の行動指針として日本という概念を再定義したものです。相沢は審論の中で西洋列強の強さの本質を冷徹に分析しています。その確信は、西洋の強さは軍事力よりもキリスト教による国民統合の仕組みにあるという点です。キリスト教という国教を巧みに使い、国民の心を一つに統合している。侵略する際もまず庶民に宗教を広め、精神的に懐柔し、内側から国を乗っ取ろうとする。この指摘は当時の幕府にとって重大と言えました。当時の日本は260以上の藩に分かれたバラバラの状態です。日本人という意識は希薄で、庶民の貴族意識は村や町、領内にとどまっていました。相沢は西洋に対抗するためには、日本独自の国境を作り、バラバラな国民を一つにまとめ上げる必要があると考えます。そこで相沢が持ち出した概念が、後の世に制度化される国体思想の原型となります。日本には万世一系の天皇が存在し、その天皇が治める神聖な国である。今、外国人がこの神聖な国を汚そうとしている。だから我々は団結して外国を打ち払わなければならない。ここで重要なのは、攘夷という過激な主張が国内を団結させるための政治的な仕掛けとして設計された点です。共通の敵を設定し、絶対的な象徴を掲げることで、階級を超えた日本人という意識を人工的に作り出します。したがって神論とは、天皇を中心とする強固な統合装置を日本に組み込むためのものだったと言えます。その論理の強さゆえ、この論理は最終的に幕府を内側から追い詰める致命的な力となります。神論の論理に従えば、日本という国を守るために外国を打ち払うこと、これが統治者の絶対条件となります。ではもし統治者である幕府が外国に対して弱腰な態度をとったり、開国して条約を結んだりしたらどうなるか。幕府は国を守れない無能な組織として認定され、従う義務が消滅します。それどころか排除すべき対象へと転落します。本来は国を守るために書かれたはずの論理が、結果として幕府への忠誠心を天皇への忠誠心へと完全に上書きしてしまったのです。この神論は出版が禁止されたものの、人々の手で書き写され、地下ルートで全国へ拡散していきました。現状に閉塞感を抱えていた地方の下級武士たちに強い影響を与えたことが知られています。偶然上陸したイギリスの捕鯨船、そこから生じた防衛上の危機を塞ぐために作られた行動指針は、結果として徳川幕府そのものを破壊する因子として機能し始めます。ここまで水戸藩を中心に形成された思想が幕末期において各地の志士たちへ広く影響を与えていった過程を検証してきました。薩摩や長州といった諸藩はこの思想を受容し、それぞれの政治的軍事的行動の根拠として応用していくことで、次第に倒幕運動と新政府樹立を担っていきます。改めて本仮説は、江戸時代初期に組み込まれた水戸藩を起点とする思想的プログラムが作動したことで、速やかな政権移譲が可能であったとしています。
だとすれば、この思想を作った水戸藩こそが新政府の指導層を形成していても不思議ではありません。しかし、実際には維新後の新政府高官の中に水戸藩出身者の名はほとんど見られません。次にこの謎を検証していきます。この背景には、水戸藩が明治維新を迎える以前に深刻な内部崩壊を経験していたという実情があります。その原因は他藩との戦争ではなく、水戸藩という組織が抱えていた構造的な矛盾といくつかの偶発的要因が重なった結果という仮説が立てられます。水戸藩は徳川御三家の一つとして将軍家を補佐する立場に置かれていました。制度的には江戸幕府の一部です。一方で水戸学の思想的革新には水戸光圀の大日本史編纂事業により天皇を統治の最上位に置き、幕府はその委任を受けて政務を担う存在に過ぎないという考え方があります。つまり水戸藩は制度的には幕府の内部にありながら、思想的には幕府の権威を相対化する立場を内包しており、常に政治的に難しい均衡を保つ必要がありました。この政治的立場と思想の乖離は藩内に持続的な緊張を生み出します。他の御三家に比べ低い石高による財政的制約や朝廷との太いパイプ、幕府との緊張関係など複数の構造的要因が重なっていたことも事実です。しかしそれらの対立を最終的な修復不可能な衝突へと押し上げたのは正当性をめぐる思想的対立でした。さらにこの緊張関係を調整する指導的な存在を水戸藩は突発的な出来事によって失います。それが1855年に発生した安政江戸地震です。この地震により藩主の右腕として過激な行動を制御していた側近たちが相次いで亡くなります。思想と政治の両面で調整役を果たしていた人たちを失ったことで、藩内の対立は急速に激化していきます。幕末期の水戸藩では主に2つの派閥が形成されていました。一つは水戸学の理念を徹底的に実践しようとする改革派。もう一つは幕府組織への忠誠を重視する保守派です。両者の対立は思想の次元にとどまらず、やがて武力衝突へと発展していきます。また、水戸学は朱子学を思想の支柱に据えており、その中核には名分論という強固なルールがあります。名とは身分、立場、肩書きのことです。分とはその立場に応じた果たすべき義務、役割のことを意味します。例えば将軍という立場にあるならば、外敵から国を守るという義務を果たさなければならないという掟です。さらに水戸学にはこの名分論に加え、思想と行動の一致を重視する傾向がありました。理念は実践されてこそ意味を持ち、行動を伴わない主張は評価されないという価値観です。果たすべき義務が破られているのなら、自らの手で正さなければならない。この実践主義こそが藩士たちを単なる議論にとどまらせず、実際の行動へと駆り立てたと言えます。その結果として起きた代表的な事件が1860年の桜田門外の変、続く1862年の坂下門外の変、そして内部分裂を起こした1864年の天狗党の乱です。桜田門外の変では水戸藩の脱藩浪士たちによって大老井伊直弼が暗殺され、坂下門外の変では老中安藤信正が襲撃されます。さらに水戸藩内の過激派は筑波山で挙兵し、幕府軍と衝突しながら徳川慶喜を頼って京都を目指していきました。これらの行動は現代の観点から見れば政治的暴力あるいはテロ行為とみなされます。しかし同時にそれらが当時の政治空間に与えた思想的な影響力を無視することはできないと言えます。その矛盾はやがて徳川慶喜の懐にまで及びます。水戸出身である慶喜が政権運営において頼りにしていた調整役や側近たちは、水戸の過激派や水戸に浸水した者からすれば君主を惑わす存在として排除の対象となり得ました。暗殺、排除といった形で次々に政治の表舞台から姿を消していきます。その結果、慶喜は政治的な手足となるブレインを実質的に奪われ、孤立した状況の中で様々な決断を迫られることになっていきます。しかし、水戸におけるその代償は大きく、
天狗党の乱以降、水戸藩内では報復と粛清が繰り返され、有能な若者が次々と失われました。中でも天狗党の乱では戦闘や処刑、家族を含めた連座処分などにより数千人規模の犠牲が生じたと推計されています。思想をめぐる内紛としては極めて重い犠牲といえ、明治維新を迎える頃には水戸藩は政治的な主導権を担える状況ではなくなっていました。水戸は自ら設計した統治の論理が実際にどのような破壊力を持つのかを誰よりも早く、かつ誰よりも深く引き受けた存在だったと言えます。なお、彼らが生み出した尊王や国体という思想の源流そのものが消えたわけではありません。この思想は新政府によって新しい国民統合の基盤として再編されていきます。水戸藩という一つの組織を内部崩壊させた論理は、組織の枠を離れて生き残り、近代日本の国民意識の幹となる部分を形作っていったのです。幕末日本が尊王攘夷という熱狂に飲み込まれていく中で、この思想の性質を誰よりも冷静に身をもって知っていた人物がいました。その一人が父を第9代水戸藩主、母を有栖川宮家の王女に持ち、水戸の学者たちから直接教育を受けた徳川慶喜です。慶喜は水戸学という理念が強力であること、同時に制御を失えばいかに組織を破壊するかを身近な現実として認識していたと考えられます。なおかつ冷静な現実主義者であったとされる慶喜が徳川政権の最終局面に立った時、日本の歴史は決定的な転換点を迎えていくことになります。1867年12月、王政復古の大号令が発出されます。ここで朝廷はまず徳川慶喜についてこう宣言します。大政返上と将軍職自体の令状、今般断然、きこ示された。つまり返上は受理され、将軍職は終わる。ここで幕府が権力の座に戻る余地が制度上狭まったと言えます。そして次に統治の回路そのものを断ちます。摂関、幕府等廃絶。これは単に徳川を退けるというより、朝廷と政治権力をつないでいた既存の仕組みを解体し、権威の所在を再配置する宣言です。上表文で提示された統治は朝廷の権威にまとまらなければ国の秩序が保てないという論理が朝廷の決定によって現実の制度として確定したことになります。この時点で徳川政権は武力で粘れば続くという段階を超え、統治の正当性そのものが別の場所に移ってしまったことになります。ではなぜ将軍本人がそこまで自分を縛る論理を使えたのか、ここから慶喜が背負っていた統治観に戻ります。幼少期を水戸で育ち、尊王思想を深く内面化していた徳川慶喜。1866年12月、第15代将軍に就任した時点で、徳川幕府はすでに制度的な寿命の末期にありました。薩長同盟による軍事的な圧力、経済的な危機に加えて治安の悪化など、この状況下であれば選択する道の有力な候補として軍事力強化による組織の延命が考えられます。実際、慶喜の目の前にはその選択肢がぶら下がっていました。フランス公使であったレオン・ロッシュは慶喜や幕閣らの政治的手腕を評価し、幕府を日本における正統政府と位置づけて支援を行っていました。フランスの支援を受けて軍事的な近代化を進め、薩長を中心とする反幕府勢力と武力で対峙する。幕府の存続のみを最優先に考えるなら、この選択肢を選ぶことができたはずです。しかし、慶喜は異なる選択をします。この判断の背景には、水戸学に代表される尊王思想との整合性を重視した可能性が指摘できます。外国勢力の軍事的支援に大きく依存し、内戦を制した場合、政治的外交的な自立性が制約される危機が生じます。そうなれば、徳川家の政権が存続したとしても、日本の統治原理や主権の在り方が変質する恐れがありました。慶喜の選択は敗北を避けるためというよりも、幕府という制度を終わらせることで、日本という国家の前提条件を守ろうとした決断だったと見ることもできます。大政奉還によって薩長が掲げてきた倒幕という主張はその正当性を一定程度失ったことになります。しかし治安や情勢は急速に悪化していき、1868年1月、鳥羽伏見の戦いが発生します。
この戦いの最中、慶喜は大阪城から江戸へ退き、戦闘の継続に関与しませんでした。この行動は敵前逃亡と批判されてきた経緯があります。しかし、これまでの検証からわかるように、薩長軍が朝廷の名のもとに官軍を称し、幕府軍が朝敵と位置づけられた状況を踏まえると、徳川家が戦闘を継続することは、内戦の長期化と国家の分断を決定的なものにする危険性を伴い、外国勢力による介入の恐れを招き、国家体制が水戸学と整合しない事態に陥る可能性を否定できません。慶喜の撤退と新政府への恭順は徳川政権の軍事的抵抗を事実上終結させる効果を持ち、結果として戊辰戦争は比較的短い期間で収束します。このため早期撤退の判断は徳川政権の存続ではなく、国家全体の秩序維持を優先した選択として理解することができると考えられます。つまり徳川慶喜の行動は当時利用可能だった選択肢の中で、内戦の長期化と国家分断の危険を最小化する効果を持った選択の一つとして、組織の管理者としての合理的な判断の一つだったと言えます。改めて当チャンネルにおける今回の仮説を振り返ります。なぜこれほど鮮やかな政権の転換が可能だったのか。それは徳川幕府が自らを正当化するために構築した論理が、環境の変化により自己的に反転し、最終局面で幕府自身を縛ったからと言えます。それに加えて徳川慶喜の選択は最終的な組織の管理者としての冷静な損切りだったとも言えます。幕府という巨大な過去の踏襲を切り捨て、日本という国家全体の延命を優先した慶喜が大政奉還の上表文において示した外圧の時代に権威が分散したままでは国の秩序が保てないという設計判断を実行したのだと言えます。そしてその設計判断は幕府自身が長年積み上げてきた朝廷の権威による自己正当化と一致してしまった。だからこそ最後の局面で幕府は自分の言葉により自分の手を縛られたのです。維新後の慶喜が政治的野心を見せずに沈黙を継続した理由には、自分の仕事が敗北ではなく、ある時代の統治を終わらせる役割として完了していたからではないでしょうか。そのように本人も理解していたのかもしれません。黒船来航よりはるか以前、大日本史と神論を通じて整備された水戸学は、統治を正当化する論理そのものを条件次第で自分を否定する構造にしてしまった。水戸が作った統治制度は理念が反転すると自戒する。この歴史の皮肉は現代の私たちにとっても、存続を目的とした組織をどう終わらせるかを考える上で無視できない示唆を与えていると言えます。